ガンダムシリーズには作中に登場しないものの、聞けば何を指しているか分かってしまうファン発信の用語がいくつも存在しています。ただ中にはネタ用語が生まれないはずのシリアスな戦闘シーン発のフレーズもあるため、最近ガンダムに触れた方の中には何のことと困惑する方も多いのではないでしょうか。そこで今回はガンダム界隈で使われている作中には登場しないのに何のことか分かってしまう用語7選を紹介します。なお本動画はコミュニティでアンケートを取った内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ビルニットだけを殺す機械。まず機動戦士ガンダム F91 に登場する無人大量破壊兵器バグを指したネットスラング、ビルニットだけを殺す機械です。こちらは作中中盤でバグがフロンティア1に投入され、人間のみを狙い蹂躙する姿を見たビルニットピリオが発した人間だけを殺す機械かよというセリフが元ネタとなっています。バグは人口削減を目的としたラフレシアプロジェクトにて、戦闘員ではなく一般市民を殺処分するために作られた兵器で、人間の生体反応を感知し人間のみを攻撃するよう設計されており、ビルニットの人間だけを殺すというセリフはバグの本質を捉えた的確な言葉でした。しかし作中におけるモビルスーツとの戦闘シーンではなぜかビルニットのヘビーガンを寄ってたかって攻撃し、ヘビーガンは圧倒的物量を前にじわじわと削られ撃墜されてしまいます。この執拗にビルニットを狙う姿や描写された中で、バグに撃墜されたネームドキャラがビルニットだけだったことから、彼のセリフをもじってビルニットだけを殺す機械かよと呼ばれるようになりました。なおガンダム F91 には劇場で公開されたカット版と後にビデオとしてリリースする際に修正やカット追加を行った完全版が存在するのですが、カット版ではバグが一般人を殺す描写がないため、本当にビルニットしか殺していない機械と化しています。しかもカット版ではビルニットが抵抗するシーンをほぼ描かれていないため、大量に現れたバグになすすべもなく撃墜されるという非常に不遇な死を遂げていました。ちなみにアニメビルドファイターズトライ最終回ではラフレシアの放ったバグにヘビーガンが狙われるという描写があるのですが、他のビルダーの活躍によりヘビーガンも無事に帰還するという生存イフが描かれています。爪楊枝。続いて鉄血のオルフェンズに登場する対モビルアーマー兵器であるダインスレイブの弾頭を指すスラング、爪楊枝です。ダインスレイブは弾頭を打ち出すためのレールガンと高高度でアーロイから作成された特殊弾頭から構成される兵器なのですが、この弾頭がまるで刃の隙間に刺すのにちょうどいいかのような形状をしており、いつしかファンから爪楊枝と呼ばれるようになりました。なおこの爪楊枝という名称はファン的には別称も含んだスラングとなっています。というのも作中終盤以降、ギャラルホルンと鉄火団による決戦が始まるのですが、どんなに鉄火団が奮闘しても超長距離から一方的にダインスレイブをポンポン打ち込むだけで戦況があっさりとひっくり返り、数々のネームドキャラが死亡していく様に、視聴者から鉄血をつまらなく知った戦犯兵器として爪楊枝という別称で呼ばれるようになりました。設定上鉄血の世界ではビーム兵器に対して無類の防御力を発揮するだけでなく、実弾に対しても高い防御性能を誇るナノラミネートアーマーという特殊な装甲がモビルスーツや戦艦に採用されています。そのため作品背景としては長距離武器ではナノラミネートアーマーを貫けないという見識が広まっているため、長距離射撃に対する警戒心が少なくなっているという点も劇中における爪楊枝の高い命中率を叩き出す要因となったのかもしれません。実際ダインスレイブは誘導機能がなく、直線的に超スピードで突き進む弾頭でしかないため、マクギリスや三日月のような一流パイロットは回避していました。そうは言っても超高速で大量に降り注ぐことから、最終話ではさすがの三日月も回避できず致命傷を負っています。このように設定を踏まえると非常に合理的な兵器ではあるのですが、モビルスーツ戦に花があるガンダム作品において遠距離兵器で抵抗する間もなく主人公たちが蹂躙される不条理さは見ていて気持ちのいいものではないと感じる方が多かったのかもしれません。1分クッキング。続いて機動戦士ガンダムエイジから
ゼハートの狩るガンダムレギルスの戦闘シーンを指すスラング1分クッキングです。地球とベイガンによる最終決戦ラグラミス攻防戦にてアセムの狩るダークハウンドとゼハートのレギルスが激闘を繰り広げるのですが、この戦闘が始まってから終わるまでの時間がたった55秒しかなかったことから、キューピー3分クッキングにのっとりゼハート1分クッキングまたは55秒クッキングと呼ばれるようになりました。2代目主人公がそのライバルがカルガンダムとの死闘、しかもアセム編から続いた2人の深い因縁の決着、それがあまりにもあっさりとした終わり方だったことに視聴者もあっけに取られてしまったようで、当時から否定的な意見を持つ方も少なくありません。ただ当時のゼハートはプロジェクトエデン完遂のため犠牲を厭わない覚悟で作戦に挑んでおり、ガンダムを倒すために味方を巻き込む非道な攻撃すら行ったのですが、ガンダムは仕留めきれず失敗。これにより死んでいった仲間たちに嘲笑される幻覚を見るほど追い詰められていました。そんな精神状態でやけくそ気味に出撃してしまったため、劇中最強クラスの腕を持つアセムに歯が立つわけもなく、55秒で撃墜されてしまうのも仕方がなかったのかもしれません。なお制作陣としてもあまりに戦闘シーンが短いと考えていたのか、後に発表された OVA メモリー・オブ・エデンではアセムとゼハートの物語を中心にした内容になっており、ゼハートの精神が蝕まれていく様が丁寧に描写されているだけでなく、アセムとの戦いが1分では収まりきらない非常に拮抗した死闘と呼べるものになっているため、テレビ版では満たされなかった方も満足できるようになっています。ニコル・ギリ。続いてガンダムシードからニコル・アマルフィの死亡シーンにおけるソードストライクの攻撃を指すスラングニコル・ギリです。アニメ29話におけるオーブ近海での戦闘の最中、窮地に陥ったアスランのイージスを援護しようと満身創痍のブリッツでニコルがストライクに突撃を仕掛けるのですが、キラがとっさに回避しようと反応した結果、フルスイングで対艦塔をブリッツのコックピットに叩き込みます。しかも中途半端に食い込んだ結果、ニコルが半殺しの状態で機体が爆発するまで放置されるという形での最後を遂げてしまいました。この不可抗力であるにもかかわらず、ソードストライクのかなり殺意の高い一刀両断繰りは視聴者に衝撃を与え、現在までニコルギリという愛称で親しまれるようになったようです。なおテレビ版と HD リマスター版でニコルギリに関する解釈が変わっており、まずテレビ版だと回避行動を取った結果、コックピットに対艦塔を叩き込んでしまう描写だったのですが、リマスター版では回避姿勢を取った際にブリッツの進行方向に対艦塔を置いたことで、ブリッツが自ら対艦塔に突っ込んでしまったような描写に変更され、よりキラに殺意がなかったことが強調されているように見えるので、リマスター放送当時ネットではなぜそうまでしてキラの不殺主義を強調するのかと言われることもありました。ちなみにリマスター版オーディオコメンタリーでの重田氏の話によると、元のカットは右肩に構えたソードを左側から振りかぶろうという無理な体勢の動きになっていたので修正したものの、映像としては伝わりにくくなってしまったと語っておられます。なお同コメンタリーでは、ニコルがもらい事故で死んだみたいで嫌だという意見が開発陣にも届いたので、ガンスを思いっきり突き出すような表現にしたということも明かされています。ちなみにこのニコルギリはゲームでもしっかり実装されており、特にバーサスシリーズの中でも作品によっては多段ヒット攻撃になっていたりと、とても不可抗力的に生まれたとは思えない殺意の高い攻撃モーションとして実装されていました。余談ですが、この死亡シーンが回想シーンとしてシード後半続編のデスティニー、そしてアニメホウエイから20年後に公開された劇場版に至るまでなんと34回も流され、ガンダムで最もこすられた死亡シーンとなっています。グエキャン。続いてアニメ水星の魔女6話にて、グエル・ジェタークが学園内の森で見せたキャンプする様を指す言葉、通称グエキャンです。スレッタとの決闘に2度も敗北した上、父親であるビムの言いつけを破りエランとの決闘を行った上に敗北したことで、グエルは6話 A パートでジェターク寮から追い出されてしまいます。父親からの最後の情けで学校に籍は置いたままとなったのですが、住む場所をなくしどこで暮らせというんだとさすがのグエルも途方に暮れていましたが、 B パートでスレッタとエランが決闘を行っている最中、すでに森の中にテントを張り優雅にコーヒーをたしなみながら
タブレットで決闘を観戦するグエルの姿が映し出されたのです。A パートで聖火を失って途方に暮れていたはずなのに、10分後には森の中に住処を確保しキャンプをたしなんでいたシュールさやうつ展開が含まれていた6話において数少ない癒し要素だったことも相まって多くの視聴者に愛される名シーンとなりました。結果ファンの間で学生がキャンプをたしなむスローライフぶりを描いた作品ゆるキャンにちなんでグエキャンと呼ばれるようになりました。なお公式もグエキャンがお気に入りのようで、2023年3月10日から開催された水星の魔女エキスポでは会場の一角にテントとグエルの等身大パネルを設置したグエルのキャンプが展示されていました。しかもただテントを展示するだけでなく、イベント会場限定のグエルの新規ボイスが実に15パターンも用意されるという力の入れようからも、公式がいかにグエキャンを気に入ってるのか伝わるのではないでしょうか。余談ですが、6話がオンエアされた日、ちょうどグエル役である浅上洋平氏もキャンプをしていたようで、リアルグエキャンを満喫していたことを X で報告されていました。ロマンティクスしたんだ。続いて劇場版シードフリーダムのラストシーンにおけるキラとラクスの様子を指したネットミーム、こいつらロマンティクスしたんだです。元ネタは4コマ漫画ヒリアキツネの作中で登場するセリフ、こいつら交尾したんだを引用したと思われるミームで、この交尾の部分を劇場版のエンディングテーマである去り際のロマンティクスと掛け合わせた派生版がこいつらロマンティクスしたんだとなります。なお元ネタが性的な行為に及んだであろうことを匂わせる2人に使われるミームとなっていることからもわかる通り、本ミームもつまりそういう場面を指すミームとして誕生しました。劇場版ラストシーン、戦いを終えたキラとラクスは地球へと降下し暁島に帰還し、2人がパイロットスーツを脱ぎ捨てキスするカットで幕を閉じるのですが、この後起こる出来事を匂わせる形で終わった描写を見て興奮した視聴者が元ネタミームを派生させ、こいつらロマンティクスするんだと言われるようになりました。元ネタのような直接的な表現と異なり、隠語としてやたら品がある上に純愛感あふれるロマンティクスが使いやすかったのか、ウマ娘の楽曲ウマぴょい伝説に出てくるフレーズを用いたこいつらウマぴょいしたんだと並んで汎用性が高い派生ミームとして浸透しています。ちなみに2024年9月20日から上映された特別版で追加されたエピローグカットでは砂浜でのキラとラクスの様子が描かれているのですが、その内容が完全にロマンティクス後のピロートークだったことから、劇場を後にしたファンの間であいつらロマンティクスしたんだと話題になったとかなっていないとか言われています。なおアスランとカガリのエピローグカットを見る限り2人はまだロマンティクスは遠そうです。また福田光雄監督のポストによると、ムーとマリュウもロマンティクスをしているとか。ヒゲ。続いて機動戦士ガンダムターン A からターン A ガンダムの愛称であるヒゲです。独特なデザインを持つターン A の中でも頭部のヒゲに見えるパーツは非常にインパクトがあり、劇中でもリアナカウンターからはヒゲのモビルスーツや白ヒゲと呼ばれていました。また作中の人物もガンダムとしてはデザインが異質すぎると感じていたようで、12話ではリアナ・ソレルがガンダムにはおひげがありますか？ありませんと言い放っています。また視聴者にとってもヒゲの印象が強すぎるためか、2014年にガンダムインフォで行われていたターン A ガンダムといえばという意識調査では全体の 63% がヒゲと回答していました。そのため劇中の人物から現実のファンやアンチも含めて基本的にヒゲといえばターン A ガンダムのことと一発で通じるほど浸透した愛称となっています。ちなみにターン A をデザインしたシドニード氏によると、口元のヒゲは頭部から突き出した V 字アンテナを兜のイメージを利用してずらし再配置したチークガードとして想定しデザインしたようです。ただその先鋭的すぎるデザインに当時バンダイビジュアルの取締役であった渡辺茂氏も違和感を感じたようなのですが、超合金シリーズの生みの親である村上勝氏に意見を求めたところ、自身がデザインしたゴッドシグマを見せ全く問題ないと太鼓判を押したという嘘か誠かわからない話もあります。ターン A ガンダムは歴代ガンダムの中でも独特なヒゲを持つ機体ですが、それでもヒゲという愛称だけで伝わるほど唯一無二の個性を持っているということは素晴らしいのではないでしょうか。ということで以上ガンダムネタ用語7選でした。
今回紹介したミームはシリアスなシーンから生まれたものや性的表現を思わせるものもあるため、使い上が難しいワードが多い印象を受けます。そのため日常用途で使うよりも SNS や掲示板などの狭い界隈で使用する方がいいでしょう。ぜひ皆様が好きなネタ用語も教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。